皆さんこんにちは、ひなたです。なんとついに登録者さん100万人達成しました。イエーイ本当にありがとうございます。もうね、信じられなくて、達成した日はもうびっくりしすぎて放心状態だったんですけど、でもね、もう YouTube を始めてもう早6年になるんですけど、ここまで楽しく続けてこられたのはいつも見てくださったり嬉しいコメントをくださる皆さんのおかげなので、本当にありがとうございます。でもこの100万人っていうのはもう本当にありがたいんですけど、私にとってはもう通過点なので、これからも楽しみながら発信を頑張っていきたいなって思っているのでね、皆さんに私のチャンネルを通して心も体もハッピーになれるようなボディメイクの楽しさを知っていただけたら嬉しいなと思っております。なのでこれからも応援どうぞよろしくお願いします。Thank you guys so much for subscribing my channel. I finally hit, we actually hit 1 million subscribers. Yay! I really can't believe it, but huge thanks to everyone who watches my channel and who subscribes to my channel. Your comments always motivate me to make more videos. I'll keep sharing the joy of workouts and healthy lifestyle while having fun along the way. So stay tuned for more contents. For today, I'm gonna make a Q&A video. So I just picked up a few of my recently asked questions on Instagram, so I will be answering them. ということでね、今日はちょっとインスタグラムの方で募集した Q&A を答えていきたいと思います。で、よくいただく質問を中心にピックアップさせていただいたので、早速取っていきたいと思います。1問目、改めて自己紹介ということで、名前はひなたです。で、年齢は今27歳で、現在オーストラリアでワーホリをしています。で、身長が167センチで、体重はね今47キロです。50キロあったんですけど、最近ねプライベートでいろいろ起こりすぎて体重が落ちちゃったので、今50キロに戻すために増量中です。で、骨格はナチュラルです。では続いて MBTI はっていう質問なんですけど、私ね1年前までは ENTJ 指揮官だったんですけど、つい最近やってみたら INFJ の提唱者に変わってました。で、特徴とか読んでると私本当に提唱者だなって思うのでそう紫から緑色に変わりました。で、海外に住んでみて思うメリットデメリットはっていう質問なんですけど、私のこれまでの海外遍歴でいうと、大学時代にアメリカの方に1年間留学で行っていて、1年前まで、ね、マレーシアの方にも就職で1年住んでいたりで、今オーストラリアの方にワーホリに来てちょうど5ヶ月目になるんですけど、メリットとしてはどこの国もなんかいい意味でみんな他人に興味がないっていうか、結構自分は自分っていう感じで自分のしたいことをしている人がすごく多いなって思うので、それがいいところだなと思います。いろんな人種の人がいるから、その生き方とか生活スタイルもね本当に人それぞれ多種多様だし、なんか周りの人と比べるっていうか比べようがないから、すごく生きやすいなと思いますね。あとなんかそれだけいろんな国の人がいるから、いろんな文化に触れられたり、いろんな価値観に触れることができるので、なんかそういう風に考えるんだとか、すごい宗教のこととかいろいろ新しい発見が多いので、それもすごく個人的にメリットだなと思います。で、メリットで言うとやっぱり衛生面かなって思います。やっぱね、日本ほどどこに行っても綺麗な国ってないなって思いますね。私ちょうど先月日本に一時帰国で帰ってたんですけど、やっぱどこの駅のトイレとかどこ行ってもやっぱりある程度基本的にはすごく綺麗じゃないですか。それにねやっぱ改めて日本の良さを感じましたね。私ご飯は安くて美味しいし、店員さんは丁寧だし、最高じゃんって思いました。やっぱりオーストラリアもマレーシアもアメリカも交通手段が、そこまで発展してないっていうのがあって、日本みたいにねどこ行くにも電車が通ってるっていうのもないですし、あとバスもね時間通りには基本的に来ないのでその辺がねちょっと住みにくいなっていうかデメリットかなって思います。では続いて、いつも心がけていることはっていう質問なんですけど、私はね明日死んでも後悔ないように生きるっていうのをちょっとモットーに生きていますやっぱり人生っていつ終わりが来るかわからないからこそ、なんか明日もし終わりが来たとしても楽しい人生だったなって思えるような選択を日々するように心がけています。私1年前までは、ね、本当になんか死がすごく怖くって、なんか将来の漠然とした不安とかもあるし、なんかずっとねなんか死ぬことがすごい怖かったんですよ。でもなんかオーストラリアに来て一人時間がすごく多くって、なんか自分の人生についてねめちゃくちゃ考える時間が多かったんですね。でそれで気づいたのが、なんか私ってこれまで自分のことあんまり好きじゃなかったなっていうか、結構自己肯定感高いと見せかけてすごい低かったんですよ。なんか何かに打ち込んでる自分とか何かに向かって頑張ってる自分はすごい好きだったんですけど、頑張ってない自分とかダラダラしちゃった自分とか、なんかやる気のない自分とかはすごく嫌いだったんですね。
もっとちゃんとしろよとか、なんか自分に対して結構きつい言葉を向けたりとかしてて、でなんでかなって考えた時に、なんか自分を否定する自己否定癖っていうのが幼少期からついてきてたなと思ってて、頑張ってない自分はダメだとか、もっと頑張らなきゃ自分の価値はないみたいな感じでちょっと考えてしまってるところがあったんですけど、27歳になってやっとなんかありのままの自分も素敵じゃんって思えるようになったんですよ。なんかこんな風に思えるようになったのって自分と向き合う時間っていうのをしっかり作って、過去の自分をねちょっと一つ一つ振り返ったからこそなんですけど、その手助けになったなって思うのがヨガと心理学でした。私はヨガはね1年ちょっと前に始めて、最初は体を柔らかくしたいっていう目的で始めたんですけど、ヨガをしていくうちにね、ヨガの先生方って本当に皆さん内面がすごく素敵な方が多くって、ありのままの自分を愛することの大切さとか、自分の心が本当に感じていることを気づくことを教えてくれたし、ヨガ哲学とかもね少し勉強していくと、すごく私の大切にしている価値観と似てるなって思うことが多かったんですね。だから今ねもうすごいヨガが大好きで週 2,3 ぐらいでやってるんですけど、ヨガすることによってすごく心もリラックスするし、なんか自分自身についてもさらに自己理解が深まったなって思うので、ヨガはねちょっと始めてよかったものの第1位になります。であとはね結構、自分についてなんでこういう行動しちゃうんだろうとか、自分ってなんだろうみたいなすごく考えてた時に、自分だけだと答えってなかなか出なくって、そういう時にね心理学の本だったりとか、動画だったりとかを見ていく中で、なんか私の今取ってる行動とかって全部過去の蓄積から来てると思ってて、最初になったトリガーってこれだったんだとか、なんかそういうのがねどんどん分かってきて、もう目から鱗だったんですよ。そうだからね今はね自己理解すごく深まったし、私はね今自分のことがねこの27年間の人生で一番好きなんですよ。こういう風に思えるようになったのって、なんかありのままの自分を受け入れられたからだなって思うから、そうだしやっぱり毎日もう後悔ないように生きようって決めて生きてるので、楽しいしすごい充実してるなって思います。続いてスタイル良くするためには体型維持のコツはっていう質問なんですけど、前の Q&A でも少しお話したかなと思うんですけど、やっぱり食事に気をつけて筋トレをするっていう、もうめちゃくちゃシンプルな答えになってしまうんですけど、ダイエットとかボディメイクする上でできるだけ遠回りはしたくないじゃないですか。やっぱ最短ルートで行きたいと思うので、ってなるとねちょっと最初に戦略を練ってやると一番いいかなって思うんですけど、で私的に効率がすごくいいなって思うダイエット方法だったりボディメイクっていうのが、自分の骨格に合ったトレーニングをするっていうことになります。で人それぞれねやっぱり骨格っていうのは違うので、この人みたいな体になりたいって思っても骨格がもう全く違うかったらちょっと難しいなって思うんですね。なんですけど、その自分の骨格の中で理想像っていうのはいると思いますし、なんか自分の骨格を最大値にした人っていうのは絶対いると思うし、その骨格に合ったトレーニングをしてボディメイクをすることでスタイルアップっていうのはねできるので、自分のね骨格がわからないよっていう方はねちょっと骨格診断の動画も出してるので、こちらを見ていただいて、でその後にね骨格別のトレーニングも載せてるし、最近もちょっと新しいバージョンをね上げてるのでね、こちらも気になる方はぜひチェックしてみてください。で食事だけで痩せる方もいると思うんですけど、個人的にはねぜひ筋トレだったりトレーニングを取り入れていただきたいなって思っていて、でその理由としてはねやっぱ筋肉をつけると筋肉量が上がるとやっぱ代謝が上がるんですよね。代謝が上がると痩せやすい体になるんですよ。ちょっと食べても急にリバウンドすることとかもなくなるし、これまでの、ね、筋肉の蓄積があるから、筋トレをねちょっとサボっても筋肉が急に落ちるっていうこともないし、脂肪がバーンってつくこともないので、筋肉ってめっちゃいいんですよ。めちゃくちゃメリットしかないと思っているので、タクトレでもねコツコツ継続するとね筋肉はついてきますし、私も最初タクトレスタートだったのでそれでも全然十分なのでね、継続は力なりなので、ぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。続いて爆食しちゃうことはあるっていう質問なんですけど、私は爆食することはないです。この理由としては、普段極端な食事制限とかをしていないから、なんか反動で食べたくなるっていうこともないですし、朝にね私はオートミールを毎日食べてるんですけど、このオートミールがね本当に甘くて美味しくて、私にとっては結構ご褒美デザートみたいな感覚で食べてるから、これでなんか甘いもの欲も満たされてるから、なんか爆食したいみたいなることはないですね。あとね、市販のお菓子とかジャンキーなものとか食べることありますかっていう質問もいただいてたんですけど、で旅行に行った時とか友達といる時とかはたまに食べるんですけど、私一人で食べるってことはめったに買わないなっていうのはあります。グミ好きだからグミはたまに買うけどでもねやっぱそういうのって美味しいけど、やっぱ添加物とか保存料もりもりだし、
体に入れるデメリットの方が大きいなって思うようになってから食べなくなりました。だしやっぱり食品業界もビジネスだし、なんかいかに買ってもらえるか、いかに消費させるかでやっぱ体に与えるねデメリットまでは教えてくれないと思うから、自分の体はやっぱ食べるもので作られてるし、やっぱ自分の体にいいものを取りたいなっていうふうに思っています。では続いて、モチベの保ち方、継続のコツはっていう質問なんですけど、個人的にはね、モチベに頼るっていうかモチベに頼らないっていうのが答えかなと思います。やると決めてやる、で自分で決めたことは守る。でこれをすることでね、やっぱ自分に自信がつくし続きます。たまにの息抜きは全然いいと思うし、私も疲れた時は休むんですけど、でもそこでねもう全部やめてしまってはこれまでやってきた意味がなくなってしまうから、一定期間休んだらよしやるぞってまた自分で決めたことを思い出して頑張るようにしています。続いて、昆布茶はどんな効果がありますかっていう質問をいただいたんですけど、ついに私の作ってるね昆布茶がやっと完成いたしました。イエーイ。もうこれもね本当にもう1年以上2年近くかかってしまって、本当にね待ってくださってた皆さんお待たせしてしまい本当に申し訳ないです。でもねついに完成したのでね、10月から販売を開始いたします。レモン味になっております。昆布茶ってまず何なのかっていうちょっとよくあるね誤解を解いておきたいなって思うのが、まず昆布っていう名前がついてるんですけど、海藻の昆布は一切入っておりません。なんか名前なんで昆布茶なんだろうね。昆布茶とは全く別物なので、そう昆布入ってるんじゃないって思ってる方もいるかと思ったので誤解解いておきたいなと思ったんですけど、昆布茶っていうのがね紅茶を発酵させた酵素ドリンクになっています。で発酵の過程で200種類のプロバイオティクスが作り出されるので、すごく体にいい健康効果のあるドリンクっていう感じになってるんですけど、私はね腸内環境が昔からあんまりいい方ではなくて、なんかストレスでちょっとお腹壊してしまったりとかお腹の問題を抱えてきたんですね。でその時に腸内環境でどうやって整えたらいいんだろうっていう風に調べていくうちに、で腸ってね第二の脳って言われてるぐらい免疫システムのね 80% を担っていて、自律神経ともね結構強い相関関係があるんですね。そうだから結構ストレスとかメンタルが結構落ちてる時とかって腸内環境も悪くなりやすいし、逆もしかりで腸内環境があんまり良くないとそのメンタルとかにも影響が出てくるっていう関係があるんですよ。だからねストレスが溜まると便秘になったりとかお腹壊しちゃったりっていう人も多いと思います。だし結構便秘とかになるとね代謝も落ちちゃって痩せにくい体になっちゃったり、肌荒れしたりとかねすごく悪影響がいろいろあるなって思うから、そこからね結構腸活の大切さを感じたんですね。腸活にいい食べ物ってたくさんあると思うんですけど、毎日この食材を取るのってちょっと大変だなっていうふうに思ってた時に、なんかサプリとかで手軽に取れるのないかなって思っていて調べてた時に、私は昆布茶を発見しました。でそこから昆布茶を飲み始めてもう3年ぐらいになるんですけど、そこからね結構腸内環境も改善されたし、あと私的にね一番良かったなって思うのが水分補給をね苦なくできるようになったっていうところがあります。やっぱり痩せ体質作りだったり代謝アップのために水分って本当に必要で、私たちの体をね、健康的に動かすためにももちろん必須になってくるんですけど、だいたいね自分の体重かける4だから、私だったら2リットルぐらい必要になってくるんですけど、毎日ね水2リットル飲むのって結構きつくって、普通の水味ないしずっと飲むのも大変だなっていうふうに思ってたんですけど、昆布茶本当に美味しいんですよ。ジュースみたいに美味しいから、この昆布茶のパウダーをね水に溶かして飲むと結構水もね苦なく飲めるようになったんですよ。だからそういった意味でもね昆布茶すごく好きで毎日飲んでたんですね。昆布茶って実はカロリーがね、私の作ってるやつは1パック19キロカロリーだからすごくカロリー低いし、でもジュースみたいに美味しいんですよ。だからなんか美味しいし低カロリーだし腸にいいしっていうことで、なんか個人的にいいことしかないじゃんって思うから、私はねちょっと生活に、取り入れてきたっていう背景があります。でやっぱ体にいい成分って食事だけで取れたらもちろんベストなんですけど、なかなか全部取るの難しいからサプリで補うのがいいかなって思うんですけど、もうなんかいろんなサプリ飲むのもねちょっと手間だし、一気になんか取れるのないかなって思ってて、だからね私的にちょっとビタミンだったりちょっと美容に嬉しい成分とか入ってたらいいのになって思ってて、でもそういうのがなかったので、よし自分で作ろうと思って、だから1年ほど前からねサプリの OEM 会社さんと一緒に試作を始めました。で私の昆布茶にはねビタミンだったりとか、ちょっとダイエットに嬉しいジンジャーパウダーっていう成分だったりとかをちょっと詰め込んで作ったので、すごく自信作になっております。味はね本当にめっちゃ美味しいレモン水みたいな感じです。
であとはね人工甘味料不使用で天然の甘味料にしたりとか、あと国内製造なのでね、そこもちょっと安心して試していただけるかなと思います、ね、販売開始させていただくとまたこの YouTube だったりインスタの方で多分一番に告知するかなと思うので、よかったらねインスタグラムのフォローも待ってます。で、初回はね数量限定でちょっと初回限定価格でお安く手に入れていただけるようなね価格設定にしているので、なのでちょっと初回のお得な機会にもぜひゲットしていただけたら嬉しいなと思っています。続いて好きなタイプはっていう質問をいただいてたんですけど、まずね目標とか夢に向かって頑張ってる人が私は好きですね。口で言ってるだけじゃなくてちゃんと行動をしてる人がいいです。あとは誠実で私と思いやりのレベルが似てる人がいいなって思います。やっぱ優しい人ってこの世にたくさんいると思うんですけど、優しさってなんか見せかけの優しさのパターンだったり、その人が優位になるような優しさの場合がすごく多いかなって思っていて、でもなんか思いやりってその相手のことを思ってすることだし、思いやりのある人ってなんか普段からそういった行動をしていないとできないことだなって思うから、取り繕えるものではないなっていうふうに思うからこそ、そこのレベル感がね私と同じぐらいの人がいいなと思ってます。で、私結構人間観察好きで洞察力鋭いちょっと自負はあるので、なんかこの人自分の利益のために優しくしてるなとか結構分かっちゃうんですよね。私なんかその人の取る言動ってなんかこれまでの生き方が出てると思うし、結構人相にも出てると思うんですよ。やっぱ誠実でしっかり思いやりのある人がいいなって思います。あとはね筋肉ある人が好きですね。やっぱ筋肉ってちょっとトレーニングしたぐらいじゃつかないし、それこそ毎日の積み重ねなので、この人が頑張ってきた証だなっていうふうに思うから、そこまで頑張れる力があるっていうのはすごく素敵だなって思うことだし、やっぱりね食事をおざなりにしてると筋肉も思うようにつかないし、生活もね結構整った人が多いんじゃないかなって思うから、なんかやっぱ健康な人がいいですね。健康な人がタイプです続いてトレーニング中によく聴く曲はっていう質問なんですけど、私はね K-POP とかあと R&B を聴くことがすごく多いです。で、私の普段の筋トレ動画のこだわりポイントが毎日聴きたくなるような心地の良い BGM っていうのをねできるだけね選んで使うようにしてるんですけど、エピデミックサウンドっていう著作権フリーのサイトからいつも音楽を探してるんですけど、なんかめっちゃいい曲多くって、なんか個人的にも私 Apple Music にダウンロードして普段聴いてるぐらい大好きな曲がたくさんあるのでね、そちらもまとめたねプレイリストも今作ってるので、完成したらアップしようと思っております。続いて辛いことがあった時はどう過ごしていますか？落ち込みますか？明るい方向にしますか？っていう質問なんですけど、私はこれまでね結構ネガティブな出来事があったらそれにすごく引っ張られてちょっと謎に病んじゃうみたいなこともあったんですけど、でもねなんか私の人生起こることって全てに意味があると思っていて、たとえ辛いことがあってもそれがあったからなんか今後もしまた辛いことがあった時に同じことを繰り返さないようにしようっていう学びにもなったし、これを乗り越えられたから私はむしろ成長できたって思うし、なんかむしろプラスだなって思えるようになったんですよ。そうだからなんか今辛いことがあってもなんかむしろありがとうって思えるように純粋になったんですよ。そう、私の人生で起こった出来事って全部なんか起こるべくして起こったことだなって思うし、今後多分いい方向にしかいかないと思うからだし、なんかいい方向にしていくのも自分次第なので、私たちの人生ってね自分が主人公でしかないから、さっきの話にも戻るけど後悔ない選択を一つ一つしてると、たとえなんか辛いこととかがあってもそこまで落ち込まないんじゃないかなと思います、私の経験上。続いて最近よく作るダイエットご飯はっていうのなんですけど、最近ねリールの方で毎日の1日の食事をねアップしているので、こちらの方をチェックしていただけると私のよく食べてる食事を見れるかなと思います。最近スレッズも始めて、こちらの方でもねもっとカジュアルに私の1日の食事だったりとか普段考えてることとかも載せていこうかなって思うのでね、こちらのフォローも待ってます。では最後の質問にします。将来ピラティススタジオをオープンする予定はありますかっていう質問をいただいたんですけど、今ちょっとオーストラリアでちょうどピラティスの資格勉強をしているんですけど、生活していく中で気づいたことがありまして、私ピラティスよりヨガが好きだって思ったんですねピラティスのね資格を取ろうって思ったのは、私のチャンネルでねピラティスって一番人気のコンテンツだし、今ピラティス流行ってるし、なんかみんなにとって一番ピラティスをやることがいいんじゃないかなっていうふうに考えてて、でピラティスの養成コースにも通い始めたんですけど、なんかね私が心から楽しいって思って私がしたいって思うことってやっぱヨガだなって思ったんですよね。ヨガの考え方、ヨガのマインドもそうだし、心も体もリラックスして自分のことを好きになれるっていう面においてもヨガ最高だなって思うし、
ピラティスももちろんするのは好きなんですけど、毎日やりたいなって思ったり、やっぱよく言ってるのってヨガだなって思ったので、ちょっと人生軌道修正しようかなって今考えてるところなんですね。あと最近ちょっとやることがいろいろありすぎてちょっとパンクしそうになってしまって、でちょっとピラティスの資格勉強は一旦ストップするかどうしようかっていうのはちょっと考え中でございます。ピラティスはねやっぱ自分のペースでゆっくりやっていこうかなって思ってます。でもね将来的にはねヨガだったりピラティスとかトレーニングとかを全部できるようなねめちゃくちゃ素敵空間なスタジオを作りたいなっていう夢があるので、それはねいつか絶対叶えたいなって思ってます。ではこんな感じでちょっとざっくり質問に答えさせていただきました。そうでインスタグラムの方ではね今後も定期的に Q&A コーナーやっていこうかなって思ってるので、ぜひぜひフォローしてお待ちください。ではね、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。本当に100万人登録者さんありがとうございます。いつも見てくださってる皆さんのおかげで私もね毎日頑張るモチベーションをいただけてますし、楽しくね動画作りできてるので本当にありがとうございます。で昆布茶が完成したらねプレゼント企画もちょっとできたらいいなって思ってるので、インスタの方でまた告知できればなと思っております。じゃあ今日も見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。